X チャンネル TV。 SNS めっちゃバズる企画めっちゃあるんですよ。この絶対燃えないみたいなのって、ね、中に人入れてね YouTuber でも入れてなんかそのホコタテ対決みたいなめっちゃできると思うんで、すげえバズるイメージあるんですけど、だからその 2C で本当に合ってるのかなっていうところは気になってるんですね。自慢できるほどの頭は持ってないので、こういうふうなところで僕の知らない考えを知りたいっていうのが。まあでもとか特の話はここで僕らもテーブル乗れないから、 C 向けの内装の500万の売り上げをポコポコ生むにはっていうお題でそれぞれオファーを考えませんか？細かいと言いつつも500万って 2C にしては大きい金額なんで、そう本当 SNS マーケットとかで売るにはちょっとでかいんですよね。だからこっちで売りやすく考えるなら数万だったりとか数十万だったりとか、なんだったら数千円とかの燃えないことによってメリットあるなんか小物だったりとか道具みたいなのを商品開発するのが多分一番 2C に売り出せるし、身の丈に合った数とか調整しやすいんじゃないかな。そしたらクラウドファンディングとかっていうのも打ち手としてなんか相性良くなりそうだし、今のところ500万だと結構そこはきつそうだな。大切なものを保管しておく。金庫だとなんかね物騒だから、金庫でも悪くないと僕は思います、そこに入れたら燃えない袋とかもあるんですか？中身が燃えない袋とか。袋は難しいですね。熱伝導を止めなくちゃ燃えてしまうので立方体みたいのがいいんですか？それだったらもう間違いない。金庫っていうよりも部屋自体が金庫っていう感じで逃げ込めるような金庫をイメージしてます。さっきの氷が溶けないようなボックスあるじゃないですか、何万円かでパッと買えるんだったらみんな買いたいかも。スプレーは可能です。機械から作らなくちゃいけない。うちのやつをスプレーでできるものを作らなくちゃいけないので。できたらどういうものができるんですか？今の塗料って燃えちゃうじゃないですか。吹きつけるだけでもその塗料のところは燃えない。燃えないっていうのも語弊あって、熱伝導がどんどんいっちゃうので膜が薄いじゃないですか。なので中のものが燃えちゃうんです。売りとしては今の塗料は燃えてしまいますけども燃えませんっていうことは試験結果が出とるので、それは言えると思うんですけどね。いくらぐらいの資金だったらその機械とか全部もろもろやっぱり奥は必要ですね。製品もブランディングもどのターゲットにいくらで何をやるとかっていうのもこれからなんですね。やる気ある人御社と組んだらめっちゃお互いに儲かるかもしれないね。さっき株主でも49名入られてるっておっしゃってたじゃないですか。そういう方々ってどういう方が入られてるんですか？ファンディーノっていうところがあって、そこからあれで、僕開発投資の仕事をしてたので、当社は上場させるっていう責務が絶対いるので、そうやって株主を集めちゃったので、だから反社チェックとかファンディーノさんでやってもらうっていう。死母債とかじゃなくてファンディーノを使ったってことですね。なんか 2,3 億それで調達した。2億ぐらいと僕が開発から入れたら8億ぐらい使ってる。5分経ったらオファータイムが終了します。でなければノットオファーします。株主の人たちは事業をやってる方が多いんですか？御社の事業に絡みたい、投資して運用してってことじゃなくて純投資っていう方が多いですか？多いですけど、やっぱり一緒に仕事をやりたいっていう方も増えてきましたね。僕ができそうなオファーは相性の良さそうな経営者とか元政治家とか大臣とかなんか紹介したら広がっていくなと、世の中を良くしたいと思って生きてる50代60代いっぱいいるんで、そういう人紹介したいなと思うけど、それはあんまりいらないってことですね。先ほどのしびれるような言葉を考えてくれとる方ですね。お金儲けじゃなくて、わかるそういう人を僕も今思ってるんで、本当にそこが大事になってきてるので。病人とか赤ちゃんとか高齢者を抱えてる家庭多いじゃないですか。水あると思うんですよね。僕らだったら火事だって逃げれるけど、大切なものを燃やしたくないっていうのはもう世界中どこにでもあるから。M&A の話とかいろいろ出たんですけど、お金じゃなくてっていうところのなんか思いを広げるみたいなところを最大化もしするんであれば、パッケージの名前がないのかなとも思っていて、マンション住まわれてる方向けに御社のこういうサービスを導入してくれませんかってこの名前が今ないのかなと思っていて、もしその名前を作るみたいなところにご興味があるであれば、ブランディングみたいな位置づけですけれどもお手伝いできるかなと。例えば御社のお名前の
独自のブランドかける施工店さんみたいな形で御社の名前も売れるし、施工店さんとか、今後ホールディングス化していくと思いを込めた、名前ですとかロゴみたいなところが、商品ブランドを作る一つになるかなとも思ったので、お手伝いできるかなっていう、ちょっとごめんなさい、今まだかなぐらいの状態なんですけど。名前で連想されるような素材があって、フランチャイズとかで内装屋とかにちゃんと教育し管理したら加盟金でめっちゃ儲かりそうですよね。丈夫な家にしましょう、綺麗な家にしましょうじゃなくて、燃えたら大変ですよねって言ったらこれ簡単に売れるんじゃないかな。組対人これ放送見たらいっぱい連絡来ちゃうかもしれない。それはそれで困っちゃう困っちゃううちの家やってくださいみたいなものがいい。今はですね、それか電源確保ですね。高層マンションに電気をもうずっとつきっぱなしにしとくっていうのは、手袋くらい柔らかくすることってできます？消防士さんでやってます。やってますもん、はい、なるほど。手袋とかでフライパン直で持てるものとか手袋みたいの作れたらクラウドファンディングとかで売れるかなと思った。今回ちょっと、全員ノットオファーになりましたので、山本社長の方からノットオファーの理由についてお伺いいただければと思います。そうですね、ノットオファーの理由としては、まだテーブルの上に何か軸があればね、短時間でもオファーまでいけたと思うんですけど、アイデアが何でもいいですよという感じにお見受けしたので、ちょっと考えることができませんでした。すいません。とんでもないです。そうですね、僕はシンプルに力不足ですね。時間内に2C でこれだっていう商品をこの素材をもとに思いつくことができなかったっていうところなんで、はい、力不足だったなと思います。はい、僕のご支援先、本当に町工場の企業さんのマーケット支援みたいなことを実はさせていただいていて、同じようなこの身の丈に合ったというか思いでされていたので、もしかして合うかなとも思ってたんですけど、リソース面とかがちょっと不透明だったりとか、よりこの思いとかを最大化させるために、こちらとしても結構がっつりむしろ関わりたいなと思うと、本業を置いてでもというかやらなきゃいけないってなると、うちとしても整理が必要だなとも思ったので、すごく魅力的だなと思ったんですけど、ノットオファーという形でさせていただきました。僕は SNS の一応専門なんで、 SNS 使えばめっちゃバズると思うんですけど、バズった後に引き受けられないみたいなところも生まれてくるような気がしちゃったのと、がっつり大きくしていきたいみたいな思いみたいなのがあんまり感じれなかったんで、 SNS ってそういうのが出てくると、表に出てくるとすごい伸びるんですけど、いきなり大きくはできないみたいなところが僕のやりたい感じとは違ったなっていうところですね。はい、私はメインで金融の仕事をやっているので、具体的に取引先が決まって、でそこでお金が必要ってなった時に融資のお手伝いとかはできるかなと思ったんですけど、現状まだその段階ではないと思うので、そういったお話が出てきてから何かお金の面でお手伝いできることはあるかなと思ってます。出させてくれてありがとうございました。刺激っていうか、真剣に考えてくださってるんだなっていうのが伝わりましたので、本当にありがたかったし、とても吸収させてもらう言葉があって、それだけでももう本当にありがとうございました。何が吸収になった？それはちょっと誰が言ったかとは言いたくないので、ただこの考え方は僕にとって新しいなっていう。今回は全員ノットオファーという形になってしまったんですけども、番組を見ている方でもし500万円でお部屋をという方がいれば、そういう方がいらっしゃるので、最後聞いていいですか？はい。20代とか30代の商品企画部長とかそういう人はいないんですか？もう今それに向かってます。雇用されてるんですか？そこしかない。若い子、新卒で入った子一生懸命やって社長を譲りたいので、パソコンとかインターネットとかデザインとかプレゼンとかそういうのに長けてる方が今一生懸命やってます。ちょっと増えてくると、僕らもその人たちとバババババッとビジネスしやすいかな。一生懸命今やってくれてるので、はい。番組のオーナーからも本当にいいサービス商品だと思うので、番組としても応援してますので頑張って入っていただければといいよね、思います。世の中のためになるね、はい、どうもありがとうございました。これは広めたいね。今のままだと進みそうもないよね。金融に強い人とか商品企画とかデザインに強い人とかフランチャイズの仕組みとかいろんな人が援軍で現れて、その目利きがないと騙されちゃうんだけど、
もしくはそれができるマネジメントできるリーダーを1人でもいいからいい人がつけばめちゃくちゃ伸びると思う。だからこそなんかホールディングス化みたいな話を多分してた部分があると思うんで、今現状だと多分何も言えないっていう、まだそれをしてないからっていうところは結構あったんじゃないかな。俺もなんか興味あるけど、いろんな事業やっちゃってるからなんてフルベってできない。体がもう一個あればこの会社に毎日出勤してやりたいなと思うぐらい面白いビジネスっていうかね、社会性もあるし、これを見てるなんか視聴者の人できっかけになってうまく進んでいくといいなって思いますね。20代のマーケ担当を探してるみたいな話してましたもん。ど素人さんのホテルとかもね、うちは燃えませんって絶対燃えないホテルみたいな。ね、いわゆるなんか職人をどう売るかみたいなテーマにもちょっと近いかなと思ったんで、マーケをゴリゴリやることでむしろ毛嫌いされちゃうかなっていう懸念もあると、知る人がちゃんと届くような設計さえしておけばブランディングとしていいのかなとかって想像は結構したんですけど、どこまでこっちがガッといっていいかっていうのがちょっと今回結構難しかったかなとは思いますね。お金したくないみたいなそう感じの考え方なんで、僕はお金したい側の人間なんで、マッチする人が若者で入ってなきゃなと思います。物として卸でこうスケールさせていくっていうのはどうなんですか？全然いいと思う。だからなんか型番があって壁紙とかなんとか材とかキロあたりいくらとかね、そういう総合カタログがあって、絶対それが一番いいけど、施工が適当だと怖いからみたいなこと言ってましたよね。でもそういうのもなんかちゃんと担保できる仕組みを作れると思うんで。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。今回の商談いかがでしたでしょうか？刺激をもらいまして、まるで関係ない業界の人とこうやってお話をさせていただくのはとても価値あるものだと思ってますので、とてもありがたかったです。お客さんの方々の印象としてはいかがでしたでしょうか？いい方ばっかりっていう印象です。はい。最後おっしゃっている、こちらで感想をおっしゃっている時に、はい。刺さった一言があったとおっしゃっていると思うんですけど、その一言をこのカメラで教えていただける可能ですか？バズらすことが簡単と思ってないので、僕とても難しい素材だと思ってるので、そのバズらす感覚っていうのが追求できるっていう上で刺さったっていうか、すごく印象に残ったですね。今後のビジョンというか思いみたいなのをちょっとお聞かせいただきたいと思います。この間もテレビ番組とか著名な人とお時間いただいてるんですけども、広め方がいろいろあるので挑戦させていただき出したっていうことですね。はい。番組として応援しております。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。完全実践形式のスクールでございます。一度入ると半永久的にサポートを受けられるというような要因が当たり前の社会を実現するというところです。永久のサポート、半永久って言い方かもしれないですけど、まさにできない約束の典型例じゃねって思われると思うんですけど、実際無期限っていうところは嘘偽りない。大丈夫かなって思っちゃうと思うんですけど、業界っていうところをしっかり変えていくっていうところを、みんなに当てはまるようなカリキュラムとかって多分存在しないような気がするんですけど、スクール授業をやるべきじゃないなって思う。うまくいくまでサポートしますよっていうような姿勢は絶対崩したくないっていうような。オファーってことですね。いやちょっと気になってます。どうしよう。上場するなんていうのもいいかもしれないけどね。じゃあオファーします。2億円ください。